今回の産業まとめ。アジア不安定の責任は米国。中国の軍拡は合理的な範囲。台湾独立を警戒。武力衝突も辞さず。中国政府が発表した新時代の中国国防を中国が発行した最初の包括的な国防白書であり、国際社会の懸念に焦点を当てたとしています。その全文は人民政府のホームページと新華社通信に掲載されていて、この中の怪しい記述が今も確認できます。これによると、米国は国家安全保障戦略と国防戦略で一方的な政策を採択し、大国間の競争を誘発、激化させ、防衛費を大幅に増加させたと批判しています。要するにアジア地域を中心とした不安定を作り出しているのは中国ではなく米国だと主張しているわけです。米国の国防予算を批判する理由として、中国は倹約を通じ、必要性に応じて国防費の規模を合理的に決定しているとしています。特に米国との比較としては、GDP 比で換算すると3分の1程度だと示しています。また、財政支出に占める割合は米国やロシア、インドの半分程度だと主張しています。国民1人当たりの国防費も圧倒的に少ないと主張しています。台湾に対しては強く警戒をしていて、独立に対する警告を発し、武力行使を放棄していないと明言しています。中国は建国以来70年、自らの主導で戦争や紛争を引き起こしていないと主張。中国が覇権を追いかけるという古い道を決してたどらないとしています。また、将来どれだけ発展しても、誰も脅迫したり、勢力圏を確立しようとしたりすることはないとも明言しています。編集書簡。今回の概要。中国は平和主義です。Web 百科事典にデタラメ掲載。嘘？いいえ、情報戦です。こういうのって実際に誰に向けて発行しているのかと思うくらい内容が適当すぎて、これがいわゆる情報戦というものか、と思ってしまいます。アジア太平洋諸国は概ね安定しているそうです。唯一それを乱したのは米国が韓国に配備したSAADだそうです。これに中国は過剰反応して韓国経済をメタメタにしましたけどね。まあ、中国なりの拒絶感とか怒りというものなのでしょう。中国が建国以来70年間戦争や紛争を引き起こしていないという点ですが、ものすごい詭弁ですよね。自ら主導で、と前置きがあるのがポイントで、起きているけどそれは中国の主導ではないんですと言い訳したいのか。朝鮮戦争の戦果を拡大させたのも何の責任もなく、ベトナムに懲罰を与えるとして始めた中越戦争も主導はしていないということらしい。記録では中国側が宣戦布告をしたということになっていますが、中国の歴史教科書ではどうなってるんでしょうか。一体どうなってるんだろう。と思ってこういう時こそバイルで調べてみると、なんと、中国では中越国境自衛反撃と呼ぶらしいですね。中国が先に宣戦布告して攻撃開始したのに、そうではないことになっているようです。あれ、ウィキペディアの中国語版はどうなってるんだろう。これも中国の主張に沿った内容になってる。英語版は大丈夫だよね。英語版は中国が宣戦布告し攻撃したとなっていますね。中国ってやっぱりこんな感じなんだ。じゃあ74年の西沙諸島での中国と南ベトナムの衝突はどうなっているかというと、西沙海戦、または西沙群島自衛反撃だって。ああ、これも自衛反撃か。まあ、そういうことでこちらも自衛戦争であって、主導はしていないということだって。ほんとデタラメだな。なんか疲れてくる。南沙諸島で中国は他国に明らかに脅威を与えているけど、これも自衛だからいいってことか。南シナ海は平和の海、友情の海、協力の海だって。よくそういうこと平然と書けるよね。こりゃ対話とか無理だわ。中国は親密さ、誠実さ、利益、寛容という外交哲学を支持して隣人と良好で協力的で、交渉と協議を通じて領土問題と海上境界紛争を平和的に解決を主張している。だって。基本的には無断で占拠したり船を航行させて威圧してるけどね。交渉と協議じゃなくて一方的な主張だけだし。中国の強力な軍事力が世界の平和と安定、人類の未来を共有するコミュニティ建設のための強固な力になるって。中国が軍事的に台頭すると平和になるってことらしい。誰にとっての？
ここ10年の動きだけでも問題を引き起こしてるだけだけど、基本的には米国に当てこすっているようですけどね。米国がアジアに干渉していることを批判して、中国がそれに抵抗しているという珍しい。当初はこういったあからさまなデタラメ記述を笑うつもりでしたが、ちっとも笑えないですね。むしろ腹が立つ。中国が国連に協力していることをアピールしてますが、国連は中国にとって影響力を増大させる格好の場なんでしょうね。アフリカ諸国を味方につけているので、多数決でも優位にことを運べますしね。現にアフリカ諸国を利用して意見を通そうとしていますよね。まあこのようにしてあからさまに嘘を国内と国外にぶちまけているわけですけれども、中国に言わせればこれは情報戦の先制攻撃なのかもしれません。ウイグルの隠蔽も情報戦。各種の嘘やデタラメ情報は情報戦の一環なんですね。なんでもこれで納得しろってこと？国内向けに歴史を意図的に隠しているのも情報戦か。戦争しまくりですね。情報戦イコール真実ではないってことになるけどね。多すぎでしょ、まったく。これ、すごいですね。いろいろ嘘が多いとは聞いてましたけど、すごすぎる。情報戦の真っ只中らしいよ。じゃあ中国ができてからずっと戦ってるんですね。まあ、嘘に基づいて立国しているといえば南北朝鮮もだけどね。じゃあそれも情報戦なんだ。それは、もしかしたらそうかも。嘘つき国家だらけですね。困ったことに彼らは日本が歴史歪曲していると主張してるけどね。デタラメじゃないですか。世界ってみんなこんな感じなのかな？もう歴史認識の枠を超えて嘘だよね。ああいうの。それを私に聞かれても。日本政府の不甲斐なさにイライラするけど、こんなのが相手じゃ仕方ないという気にもなってくる。お気の毒様だね。で、どうするの？この中国の。どうしようもないね。中国人にもっと頑張ってもらって革命を起こしてもらわないとね。無理でしょ？そんなの。そうだけど、経済停滞で政府への不満が募れば中国人も動き出すかもね。今は現状維持ラインを超えているからおとなしいだけだと思う。じゃあ中国が経済的に困窮すればってこと？そうだね。そういう意味では中国包囲網は意味があるかもしれない。実現できればだけどね。できそうなの？もう抜け道もできているんじゃないかと思う。そっか。残念。ご飯できたよ。何いきなり？ご飯できたよ。ふふふ。これどういう状況？またみんなから、出た、不思議ちゃんって言われるよ。違うよ。ご飯、できたよ。ってキャッチフレーズだよ。マクドナルドのご飯バーガー、知らない？モスライスバーガーなら知ってる。マックも真似したんだ。この前テレワークでお仕事してたらね、ご飯、できたよ。チキンタツタ瀬戸内レモンタルタルってバナー広告が出てきて思わずクリックしちゃったの。レモンタルタルってどうなの？しかもチキンに？それで歩いて3分のところにマクドナルドがあるからすぐに買いに行っちゃったんだよね。あ、ウーバーじゃないんだ。近くだし。マクドナルドのコーヒーはよく飲むんだけどね。バーガーは数年食べてなかったけど。ご飯チキンタツタ瀬戸内レモンタルタルがすごく美味しそうで思わず家を飛び出して買いに行っちゃったよ。で、どうだったの？上下のご飯がしっとり。というかべちゃっとしていてお腹いっぱいになりすぎたよ。あれは茶碗2杯分以上あったね。うわ、聞いただけで胃が重くなる。それで、美味しかったの？思ってた感じと違ったんだよね。ご飯がね。ぐっと固まってるから崩れにくいんだけど、おにぎり風ではなく、どっちかというとお好み焼き風だったなぁ。モスバーガーのボロボロ崩れるライスバーガーの方が好きだなぁ。瀬戸内レモンタルタルは、ご飯ばかり気になって全くよくわからなかった。ねちょっとしてるの？パラパラしてないの。ねちょっとしてお餅のようになってるの。モスのってパラパラっとしてる？ねちょっとはしてない。ふわっと崩れるというか、ご飯って感じ。そうなんだ。覚えてないけどなんとなく両方とも想像ついた。男の人にはいいかもね。食べ応えあるからね。で、結局どうだったの？私はやっぱりマックはコーヒーだけかな。
私もずっと食べてないよ。美味しそうではないんだよね。あ、チキンタツタ瀬戸内レモンタルタルは2月末で終了してた。他のが色々出てるみたいよ。どんなの出てるの？ベーコンのとか魚のとか。聞くだけで胃がもたれそう。それよりたった今気づいたんだけど、ご飯バーガーってご飯とハンバーガーで、ハンバーガー、だね。ふふふ。このネーミングはライスバーガーよりいいかもね。一緒かな？なんか話してたらあのべっとりご飯を思い出して胃が重くなってきたよ。いててて。こっちは被害者だってば。